ノンタイトルの話。ノンタイトルってYouTuber のヒカルさんと一緒にやってる対決がありまして、ノンタイトルっていうチャンネルでお互いに対決するっていうので、僕がその汚れにくいシワになりにくいシャツっていうのでその生地を作って、それでこう対決をするっていうので、ヒカルさんはなんかナポリの窯っていうピザ屋さんのピザを新製品を作って、でそれの売り上げを半年間で対決っていう感じでやろうと思ってるんですけども、はい。シャツが一応売り始めているところなんですけども、基本的には今んとこまた通販のみで、東京ベースさんの方で実物売れるのいつ頃になるのかな。一応なんか始まる予定なんですけど、スケジュール感がまだわかんなくて、はい。白い横の T シャツ、その T シャツも販売されますか？大和田さんが作ったやつが出るかな。なので、それが5月ぐらいに出るんじゃないかと思うんですけど、大和田さんスケジュールが僕の方でまだ把握できてないので、ノンタイトルの中でパッカブルの服っていうので、大和田さんが作ったやつが出てきたと思うんですけど、あれが多分、もうちょっとしたらこんな感じですよっていうのが出せるんじゃないかなと思うんですけど、ナポリの窯のピザ食べました。4話か5話でルール決めをするという時に、ヒカルさんがナポリの窯のピザ持ってきて、これ食べてもらっていいですかっていうので食べて、割となんか正直なコメントを言ったところは完全にカットされてましたね。デリバリーのピザってそんなもんですよねっていう話になっちゃうんですけど、僕そのピザの好きの好みがあると思うんですけど、シカゴ系のすごい分厚いピザ、シカゴ2回ぐらい行ってて、そのためにピザ食ってるんですけど、めちゃくちゃ分厚くて、チーズもどっさり買ってて、こうアホみたいにカロリーあるよねっていうパターンと、ローマのすごく薄くしてて、パリパリした感じのピザで生地が乗ってるっていう感じのピザの派閥っていうのがあって、僕そのどっちも好きなんですけど、どちらかというと日本のデリバリーピザってその間のパリパリでもなくパンでもなくっていうその間の感じになってて、まあそういう感じだよねっていうので、僕はピザーラで昔バイトしてたこともあって、ピザの焼き方ってまあこういう感じだよねっていうのが分かってるんですけど、デリバリーのピザ屋さんってオーブンがベルトコンベヤーでこう動いてるところに生地とソースをかけたゴードスラップと乗せて、でそれがブル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 って動いて、で反対側で完成して、でそれをこう箱に入れて8個に切って出すっていう感じをするんですけど、イタリアとかでピザ食べるとやっぱりその窯で作るんですよね。時間をかけて赤外線でこうじわじわ時間をかけて焼くっていう感じになって、薪とか火でやるので焦げのつき方っていうのがあって、僕その小麦が焦げるのも含めてピザの味だよねっていう風に感じるんですけど、でやっぱりそのオーブンでやると焦げの設定をやろうとすると、まあその日のその湿度だったり気温だったりとかっていうのに合わせてそれなりにコントロールしなきゃいけないんですけど、やっぱりそのデリバリーだとそれは難しいよねっていうのがあって、ちょっと焼きが甘いよねみたいなことを言ってたんですけど、軽くカットされてましたね。なので好き嫌いはあるんじゃないかなと思うんですけども、はい。僕割とそのおせんべいが好きなんですよ。うどんとかも固めのやつが好きで、まあ、ラーメン二郎とかも固めが好きで、なのでどちらかというと固めカリカリ系にしがちで、家でピザ焼くことが月に1回ぐらいはあるんですけど、そうするとやっぱり結構時間をかけてパリパリ感まで持っていこうとするんですよね。なのでそういう意味でその時間かかっちゃうんで、オーブンの基本的には同じ速度で済むので、カリカリのピザと通常のピザってやっぱり一緒に作れないんですよね。というのもあって、僕の好きな系統ではないよねって、カレーモントレー美味しいって話をしたんですけど、カットされました。ピザーラにモントレーっていうピザ、今もあると思うんですけど、今はもうカレーモントレー正式メニューになったのかな。実はそのピザーラって、ピザのソース自体もカスタマイズできるっていうのがあって、なので、モントレーっていうマヨネーズとジャガイモがベースになってるピザなんですけど、で、それのソースをトマトソースじゃなくて、カレーソースにするっていう。で、カレーモントレーっていうのは勝手に作って割と僕は食ってたんですけど、あれが美味しいよねっていう話をね、昔ニコニコ動画でピザーラと共同でピザって書くとピザが配達されるっていう授業をやったことがあるんですけど、で、その時にピザーラ本社でも同じ話をさせていただいたんですけど、ちなみにピザーラ本社で働いている目黒さんという人が、僕がピザーラあずさわ店で働いてた時のバイトの上司っていう、すごくどうでもいい話なんですけど、っていう感じでピザーラさんにお世話になっていて、イタリアではピッツァっていうですね、はい、美味しいレストランを教えてくれって言われた時に、グルナビの点数は低いし、お店の雰囲気はおすすめしないけど、ピザの味だけだったらめちゃめちゃ美味しいよねっていうので、代々木駅の近くにあるピザ屋さんを僕は結構勧めることがあるんですけど、ただ店長さんの機嫌が悪いとお店の中がちょっとお通夜状態になったりするっていうのがあって、なので店長さんの機嫌次第で楽しい食事になるのか、お通夜状態でピザ美味しいになるのかちょっと分かれちゃうっ
っていう、お店があるんですけど、味としてはね、美味しい、はい、隠れた名店だと思います。はい。ナポリとカバもパワハラで炎上していましたが、マリオリモの宮本智之氏もだいぶやばい人ですよね。皆さん一緒に仕事して大丈夫ですか？リーグな人種社員ですけど、マリオ社員みんな、宮本さんね、ADHD なんですよ。メガネにね、すっごいでっかい黒いのが、プラスチックのがついてて、なんすかそれって言ったら、エアタグを接着剤につけてて、で、どういうことって言ったら、メガネをなくすからって言ってて、メガネを外した隙に忘れてしまうので、なので、忘れてもわかるように、でっかいエアタグがメガネについてるんだよね。同じメガネをいっぱい買ってなくすから良くないからそうしてるとか、財布もなくすからバックパックを必ず持つようにしてて、そこに財布を入れてるんだけど、バックパックごとなくすとか、マジで ADHD やばげなんですよ。僕も ADHD 気質はあるんですけど、ガチやばい人なんで。なので、ガチ ADHD でやるっていうのが結構面白かったんですけど、邪魔になるかどうかより、他の人から見る気持ちの悪さですよね。メガネの横になんかでかい黒いのついてるから、ずっと気になると思うんですよ。でも、周りの人も、それなりに大きい会社の社長なんで、やっぱ聞けないじゃないですか。しかも、メガネ置いてっちゃったりとか、財布置いてっちゃったりとかするんですよ。別に病気じゃないんでね、もう発達で、そういう発達をされてしまってる人なので、もう直しようがないんで、そういう人だよねって。見た目気にしないっていうのはですね、やっぱ人が自分をどう見るかっていう、他者という概念が全くないですよね。かっこ悪く見られるということが良くないよねという概念がないので、めちゃくちゃできるんですよね。別にそこできなくてよくねみたいなのを、いやいや、あんたいい会社の社長ちゃうみたいなところもすっごい細かいところもできるんですよ。それがかっこ悪いとかじゃなくて習慣になっちゃってるんですよね。っていう感じのやばいやつなんで、僕は面白いんですけど、なので表に出ると炎上するタイプだと思うので、仮に表に出たとしても、やらかしてんだと思ってください。はい。高橋さんとノータイトルで戦ってましたけど、かなりいいコンビ見えました。ノータイトルで測定な罪なんですが、また高橋さん、ゆるくさんにヒカルチームから聞いた後、ヒカルさんが動画出しましたが、戦力ダウンであったら戦力ダウンでしょうか。もともと、ギルドっていう会社を、7、8年前かな、高橋くんと作ったりしたので、そういう意味では高橋くんと僕は結構長いので、なので、ノンタイトルで高橋くん僕っていうのはありかなっていうところでやったんですけど、昔から仲良くやってます。汚れにくいシャツほどちゃんとしなくて、カレーとかついてるすごい落ちるですが、シャツの素材はですね、素材自体はポリステルです。でね、カレーはね、難しいです。やっぱ色素が強いものというのはね、例えば口紅とかも取れないんですよ。色素の粉が割とあっていて、繊維の間に色が入ってしまうものっていうのは、拭いただけのもちろんあったりします。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。